かぶじいさん。テントから一晩明けたキャンプ場。なんとそこへナンシーおじさん出現か。鉄道の森でトロッコ乗りたい。まるで埼玉のような湖畔の道だ。固定線路ってどんな風景なのか。月曜日はどこも定休日で泣き、昨日はカツ食べたけど今日は何食べるのか。動画の後半で今の胸の内を語ります。ついにリタイアなのか。ぜひ最後まで見てってくださいね。ツーリング続けられるのか、かぶじいさん。はい、おはようございます。北海道ツーリング5日目の朝になりますね。時間は5時です。いつも通りの目覚めです。ジッパー開けてみます。なんとなく外が暗いですね。空曇ってますね。雲が重く垂れ込めてます。テントから一夜明けてね、さあ今テントから出ました。店頭なだけにね。気温は 16.9 度、あったかいですね。初日千歳からこの5日目上士幌までの動画は概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらから見てくださいね。今日は西の方へ向かおうかなって考えてます。昨日バイクをこかして起こす時にね、腰痛めたわけで、今日起きる時ね、腰どうなんのかなっていうのが気がかりでしたけど、起きようとしましたらやっぱりね、腰だけで腹筋だけで起き上がることはできなかったですね。痛くて。で、左手で上体を支えて起き上がりましたね。やっぱ腰はまだ痛いですね。このキャンプ場はこうやってね、ベンチとテーブルがあるんで、朝食食べるのもね、助かりますね。空を見ますとね、東西の空全部雲で覆われてます。予報ではね、9時ぐらいから雨ということなんでね、コーヒー飲んで朝食も手短に済ませて、ちゃちゃっと片付けを始めようと思います。テント泊は撤収時に雨と勝ち合うと悲惨なんですよね。流しで食器洗ってましたらね、偶然大型バイク乗ってるんだよっておっしゃるライダーさんがね、寄ってきまして、うわ、今度こそナンシーおじさん出現かって思ったんですけど、いやいや、実はとても親切なライダーさんで、今日はこれからどこ行くんですかって声かけてくれて、固定線路まだ見てないんなら行ってみるといいよって言われましてね、固定線路何それ、すごい神秘的な響きにね、ググッときました。それはぜひ行ってみようって思いました。こういう出会いも嬉しいですね。9時ぐらいにはね、雨が降る予報なんでね、ちゃちゃっと片付けて出発の準備整いました。じいさんにしては早かったですね。これも道具を UL 化した効果ですね。さあ出発だ、かぶじいさん。はい、今日はここを出て西を目指すわけですが、まずはちょっと気になる橋があるぬかびら湖、そして先ほど教えていただいた固定線路があるという然別湖を目指そうと思います。この公園は日本で最初の熱気球フェスがあったってことで、チャンスがあればぜひ見てみたいですね。走り出して早々に雨が降ってきました。このシューズカバーとカッパ着るんですけど、このかがんだ姿勢でね、服を着るのがとにかく辛いですね。はい、カッパ着終わりましてね、出発します。国道273号線をね、ぬかびら湖に向かって走ってます。だんだんね、雨強くなってきました。先ほどのキャンプ場にいたライダーさんたちですね。私ね、ちんたら走りなんでどんどん抜かれます。でっかいトラクター、対向車線のライダーさんもカッパ着てましたね。向こうも雨ですね。ぬかびら温泉の看板が出ました。ここもさっきから鹿注意の看板がね、出てますんでね。そして後ろからも車バンバン来ますんでね、前も後ろも注意してないと危ないです。で、左手、旧国鉄の線路の橋ですね。長きにわたって風雪に耐えた趣があります。いいですね。何やら向かう先晴れてきました。右手、ぬかびらダムですね。ぬかびら湖はこのタウシュベツ川橋梁跡っていうのがとっても有名なんですね。水位が下がってるシーズンだけ姿を現すという幻想的な橋なんです。今は残念ながら水位が高くて見れないっていうことが分かりまして、こちらの上士幌鉄道記念館へ来ました。月曜日はあかんよ、かぶじいさん。
旧国鉄士幌線が廃線となった年に開館して、蒸気機関車が走る旧士幌線の歴史を展示してます。ここはこの旧士幌線のレールをね、トロッコで走れるってことで来たんですけど、なんと今日月曜日で休館日なんですね。残念。おまけに、うわ、危ないってこれ鹿の糞まで踏みそうになっちゃいましてね。トロッコには乗れない、うんちは踏みそうになるわね。まさに踏んだり蹴ったりってこのことですよね。カブじいさん。タウシュベツの橋は見れないわ、トロッコには乗れないわでね、残念なんですけど、このぬかびら湖を後に次の目標、固定線路を目指してね、然別湖の方へ向かいます。この白樺の森にね、癒されますね。この道はパールスカイラインという峠道になります。空気がね、リーンとしてますね。ここも鹿や熊がね、出没しそうな場所ですね。はい、峠どんどん登ってきました。はい、ここが標高1080メーターの幌加峠ですね。このパールスカイラインで一番高いところになります。ここから然別湖の方へ下ってきますね。道の横をね、この小川が流れていて気持ちいいですね。道がね、どんどん狭くなってきて、なんかね、埼玉の峠道みたいな、これ北海道っぽくない道ですね。左はもうね、然別湖でね、ボケっとしてると湖にね、落っこちますね。はい、然別湖の湖畔へやってきましたね。ここ右手がね、ネイチャーセンターですね。ここはいかにもメジャーな観光地化した湖とは違ってね、ひっそりとした神秘的ないい感じの湖です。遊覧船もありますし、カヌー遊びとか山登りとかいろんなアクティビティが盛んなんですよ。固定線路を目指すカブじいさん。ここからいよいよ謎の固定線路へ向かいますね。どんなところなんでしょうね。この細い森の中の道を下っていくと、はい、固定線路の場所に着きました。ジブリの映画千と千尋の神隠しに出てきたあの湖面を走る線路、まさにあれですね。この線路は冬の間運行しない遊覧船を地上に引き上げるためのもので、インスタでこのような映像が話題になったんですね。映えスポットとして。今日は曇ってるんで逆に神秘的に見えますね。実はキャンプ場で親切なライダーさんがこの固定線路を教えてくださった時、私はタウシュベツ川の橋梁の後のことだと勘違いしたんですよね。でもね、おかげさまで今まで知らなかったこの線路を見れてよかったです。はい、目の前に十勝平野がバーッと開けて見えてきました。ここは扇ヶ原展望台と言いましてね、この十勝平野が扇状に広がってるのを見渡せる。で、この地図がまた素晴らしい立体地図なんですよね。今日はあいにくの曇りで見晴らしはいまいちですけど、この素晴らしい地図をね、見るだけでも最高です。十勝チーズの産地だけにね。この駐車場は前下りの斜面なので、バイクで止めるときは要注意ですね。ここでこけたらもう目も当てられませんからね。はい、こちらパールスカイラインでも有名な全長約5キロの一直線な道です。はい、久しぶりに野営交わしました。途中何やらこの可愛らしいね、キャンプ場みたいな場所ありましたね。はい、パールスカイラインの峠部分をね、降り切って今十勝平野まで降りてきて、新徳の町に入ってきたとこですね。この後北海道をね、東西に分断している国道38号線、北海道ガーデン街道を登ってきます。はい、ガーデン街道を狩勝峠目指します。ここはね、南富良野と新徳町の境界にある峠で、北海道の東西を分断しているところですね。峠の西側は石狩川水系、東側は十勝川水系と東西の分水海になるところですね。ここは旧 JR 根室本線が走ってましたね。山岳部のためと急勾配でカーブが多いためにね、蒸気機関車で運行してた時代はそれこそ激務だったと。そしてね、脱線事故も多発した場所なんですね。難所中の難所です。カブじいさんチャンネルの紹介です。カブじいさんチャンネルは
還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、小休止を終えましてね、これからカ勝峠を南富良野川へ降りてきますね。南富良野川は勾配も緩やか、カーブも緩やかなんですよね。はい、南富良野の町へ入ってきましたね。去年はこの道ね、逆方向でカ勝峠を越えてんですよね。逆向きに走る方が十勝平野を見下ろせてね、眺めがいいですね。今回それに気がつきました。国連で給油しますね。今回はね、峠を登った割には実燃費54キロとまあまあでした。給油の後ですね、すぐそばにあるこの道の駅南富良野でですね、昼食を食べることにしました。去年もここに立ち寄りましたね。昨日はね、でっかいソースカツを食べたのでね、今日は違うものを食べたいなと思ってお店を見てたんですけど、なんとあいにくの月曜定休、ほとんど店が閉まっていましてね、さあ悩んだ末にカーブじいさんが食べたのはなんとカツカレーかい。昨日の晩ソースカツ食べたばっかりなのにボケたのか、カレーなだけに。注意不足となんていうか注意散漫なね、その気の緩みにカツを入れるのとちょっとね気持ちも落ち込んでいるんで、元気づけの意味でもカツカレーを食べることにしました。どこで食べてもカツカレーうまいですね。ごちそうさまでした。食事をとりながら今日どこまで走るか考えたんですけど、やはりね腰の具合はあまりよろしくないんで、この南富良野でね気になっているキャンプ場1カ所あるんで、そこへ今日は泊まっちゃおうってことにしました。で、この道の駅南富良野にはなんとモンベルのショップがあります。で、ここでね前から気になってた山飯をねちょっと仕入れることにします。リゾッタってやつとマジックパスタってやつですね。短時間で美味しいね山飯を食べれるんですね。で、あとね富良野ワインとつまみも仕入れますね。これで夜が楽しみです。時刻は12時過ぎ。まだまだ時間的にはね走れる余裕があるんですけど、腰が痛くてフラフラのカブじいさんなんでね、もうこの南富良野に泊まることにしました。フラフラのカブじいさん。これから向かうキャンプ場はいざという時はねバンガローもあって、雨の時にはねそちらへ泊まれるなってことで選んだんですけど、なんとこの絶妙なタイミングで雨が降ってきました。たまたま上士幌出てからずっと着ていたこのカッパが功を奏しました。腰が痛いんでねカッパを脱ぎたり着たりするのが面倒で、ずっと着たまんまでいたのがねラッキーでしたね。はい、今日泊まる予定の金山湖が左手に見えてきました。はい、ここです。金山湖畔のキャンプ場ですね。さっきの道の駅から電話入れてね、バンガローにするかテント泊するかはチェックインの時決めますって話してあったんでね、でも雨でグラウンドもね濡れちゃいましたんで、もう今日はバンガローにね泊まることにしました。チェックイン時間までまだ2時間以上あるんですけども、入っていただいていいですよって言ってくださってね、親切でした。ここはねキャンプサイトも広大で500張以上のテント張れるそうですね。すごい規模です。このバンガローがまた2600円とお安くてね、とてもリーズナブルだと思います。駐車スペースもありますね。バンガローの前にテントやタープ張ってもいいそうです。バンガローで頑張ろうのカブじいさん。はい、バンガローの中入りました。はい、コンセントがありますね。電源が取れるのありがたいですね。6人ぐらいは寝れそうです。十分なスペースですね。目の前ね、ここテントやタープ張ってもいいですよっていうエリアですね。横にね、車も駐車できます。とても便利ですね。水場もそばです。キャンプサイトは全部芝なので、雨の後だとね、水はけが悪いんで辛いかもしれないですね。で、徒歩5分のこの金山湖保養センターでね、温泉に入ろうと思います。でね、温泉入ってる間にコインランドリーでね、洗濯と乾燥を済ませてビール一杯飲んじゃいます。温泉でリラックスのカブじいさん。
お風呂上がってキャンプサイトの方へ戻ってきました。湖畔で一人ライダーさんがねテント張ってますね。この蚊取りマット使えるランタンパワーオンにしまして、ろうそくランタンに火をつけて夕飯の準備を始めますね。今回の UL 化の目玉の一つがこの熱源ですね。ガスバーナーを置いてきて、この固形燃料だけで朝昼晩やってますけど、全く困らないですね。カブじいさんの食事はお湯温めるかちょっとフライパンでちゃちゃっと炒めるかぐらいの料理ですんで、全く問題ないですね。思い切って固形燃料だけにして大正解だったと思います。これからビールとそして富良野の赤ワインね楽しみながら、食事食べながら昨日から今日までをねちょっと振り返りたいと思います。昨日網走港を出発した後のね裏道で転倒した件ですね。ずーっと今心の中で腰は大丈夫かなーって、こんな走ってて大丈夫なのか本当にっていうのをねずーっとね胸の内で考えてるんですよね。心配になってます、正直なところね。ここはねカブじいさんがちょっと甘いところだと思うんですが、なんだかんだ腰が痛いとは言いつつもバイクに乗って走れちゃってるっていうところ、そしてねもし医者に見てもらってなんか大変なことになってて、はいもうバイクなんて乗ってないで入院してくださいみたいな話になっちゃうと嫌だな、そんなことを考えながらこの北海道の旅続けたいって、そういう思いでずーっと今まで乗ってきてるんですよね。こんなんで大丈夫なのかなとも思いつつも、いや大丈夫だろうって自分に言い聞かせて、でカツ丼食べてね元気つけようとかね、そんないかにも昭和なノリで生きてんですよね。だっとどうした、うわーせっかく乗り添ったがと思ったらちゃんとねチャック閉まってたんで、お湯漏れてねぐじゃぐじゃにならずにセーフでした。はい、道の駅で買った富良野ワインいただきますね。うまいです。そもそもの転倒の原因はこのコンディションの悪い道でこうやってね360カメラのシャッターをいじくってるこのね不注意なね運転がダメですよね。今後は360カメラのねシャッターのオンオフするときはまずバイクを止めてやる、もしくはね手元で操作できるリモコンを買うかですね。それからこの転倒しているシチュエーション、この動画を見て視聴者の皆さんがねいろいろとコメントをくださいました。私の体を心配してくださってる皆さんもね本当ありがとうございます。ご心配かけてすいません。で転倒しているバイクのすぐ脇に牧場と隔てている金網がありますよね。もしねここに突っ込んでたら大変な怪我になってたと思うと、ほんと突っ込まなかったのは不幸中の幸いだってコメントいただきました。なるほどなーって思いました。こけた場所がこの草ふわふわぼうぼうのところだったところも大怪我に至らず、バイクも傷つかずね幸いでした。ラッキーだったと思います。なんだかんだとラッキーなカブじいさん。荷物をね積載したまんまの株を引き起こそうとした私がね、ここはねうっかりミスでこれも軽率だったんですけど、荷物を下ろしたら株はすぐ起こせました。やっぱりねこれ軽い株だからこれで済んだんですよね。これもし重たいバイクだったらもう起こせませんのでね、助けを呼ぶしかないんですけど、ああいう場所でしたからねどうしてたのかなと思いましたら、視聴者さんが教えてくださったんですけど、今は JAF のアプリをスマホに入れとくと接続した段階で自分がどこにいるかを JAF 側でも把握できるんだそうなんですね。これは知りませんでした。今度からはね JAF のアプリ入れておこうと思います。であとは一人でね安直にこういう裏道、危ない道とかにね安易に入っていくのは慎む、もういい年こいたねじいさんなんでね、身の程わきまえた運転をしようかなと思います。とは言ってもね裏道で楽しく走りたいっていう思いはありますのでね、どうなるかなと思います。はい、月が綺麗ですね。それともう一つ視聴者さんが教えてくださったのは、本当私の体を心配してくださってのことなんですけど、湿布を買うのと同時に腰をサポートするサポーターすぐに買ってつけるべきだったですよねって、もうおっしゃる通りだと思いましたね。本当その通り、そこまで気が回りませんでした。自分の安易な行動でこういう結果になったんでね、これはもう致し方ないんですけど、
周囲の人をね、巻き込んで怪我をさせたりしなかったこと、これが本当にラッキーだったと思いますね。そしてもう一つのラッキーは、この転倒事故によって視聴者の皆さんの心遣いや温かさに触れたこと、いろいろな有益な情報や知らなかった知識もね、たくさんいただけたことですね。皆さんに改めてありがとうございましたと本当に伝えたいです。これからもどうぞよろしくお願いします。月に見とれていたんですけど、ちょっとね、地上に目を下ろしたら、なんと鹿がね、3、4匹こちらを見てるんですね。ちょっとカメラではわからないですけど、野生を感じますね。そんな金山子です。じいさんの胸の内を聞いてくださってありがとうございました。それではおやすみなさい。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。さあ次回、いよいよ体に異変が生じます。ツーリングこのまま続けていけるのか、ぜひご期待ください。